一人の脚本家が18本の映画を描き続けました。別の脚本家はたった1本で伝説を残し、この世を去りました。劇場版コナン28作品、その物語の中核を担ってきたのはわずか4人の脚本家でした。今日は彼らの30年間の物語です。この動画を見終えた時、あなたはコナン映画をもっと深く、もっと楽しく見ることができるはずです。それでは行きましょう。1994年、週刊少年サンデーである漫画の連載が始まります。青山剛昌による名探偵コナンです。きっかけはライバル誌の大ヒットでした。1992年に週刊少年マガジンで始まった金田一少年の事件簿が爆発的な人気を集め、小学館の中でもうちでもミステリー作品を作ろうという機運が高まっていたのです。そこで白羽の矢が立ったのが、すでに刃やマジックカイトで実績のあった青山剛昌でした。青山が考えた設定は大胆なものでした。17歳の高校生が薬で小学生の体にされるというとんでもない大嘘を一つだけ置く。その代わりそこから先の事件やトリックは徹底してリアルに描く。この嘘は一つだけというルールが作品の根っこになります。そしてこの原作に目をつけた人物がいました。読売テレビのプロデューサー、諏訪道彦です。彼はもともとシティハンターややわらといった人気アニメを手掛けてきたベテランで、コナンの設定を見た瞬間、これはアニメに最適だと確信したと言います。1996年1月、テレビアニメ名探偵コナンがスタートします。ただ当初の予定は半年だけやってみようというものでした。原作はまだ単行本8冊ほどしかなく、すぐに追いついてしまう心配があったからです。そこで諏訪は第6話からオリジナル脚本を投入し、原作との距離を保ちながらシリーズを継続させる体制を整えます。テレビの人気は想像以上でした。その勢いに乗って放送開始からわずか1年余りで劇場版の企画が動き出します。1997年4月19日、第1作時計仕掛けの摩天楼が公開されました。諏訪はこの作品についてこう語っています。2作目があるかどうかもわからなかったからやりたいことを全部やった。原作者の青山もまた、本来は原作のために温めていた赤い線か青い線かという爆弾解除のエピソードを惜しみなくこの映画に提供しました。これが最後になるかもしれない。だから全力を出し切る。第1作にはそんな覚悟が詰まっていたのです。結果は興行収入11億5000万円。同じ年のクレヨンしんちゃん劇場版が22億円だったことを考えると、半分ほどという控えめなスタートでした。しかしこの11億5000万円がやがて158億円にまで成長する物語の第一歩になります。第1作の成功を受けて翌1998年に第2作14番目のターゲットが公開されます。ここで制作陣は大きな方向転換を仕掛けました。前作が子供向け寄りだったのに対し、第2作では毛利小五郎を主役に据えた大人も楽しめるサスペンスに舵を切ったのです。この判断が当たり、興行収入は 18.5 億円と前作のおよそ 1.7 倍に跳ね上がりました。この成功によって毎年4月にコナン映画を公開するという流れが定番化します。ここで劇場版を語る上で絶対に外せない2人の名前を紹介させてください。1人目は監督の児玉健二。テレビシリーズの第1話から252話までを手掛け、劇場版も第1作から第7作まで7本連続で監督を務めた人物です。そしてもう一人が脚本家の小内一成。上智大学の法学部を出てから脚本家になったという異色の経歴を持つ彼は、劇場版の第1作から第18作まで
実に18本もの脚本を書き続けました。児玉と河内。この2人が作り上げたのがコナン映画の黄金の型です。それは新一と蘭のラブコメ、犯人を追い詰めるミステリー、そしてクライマックスの派手なアクション。この3つの要素をバランスよく配合するというもの。さらに音楽を担当した大野勝夫が加わり、3人は初期コナン映画の屋台骨を支える3本柱となります。さて、児玉と河内の方が最も輝いたのが、1999年の第3作、世紀末の魔術師です。怪盗キッドが初めて劇場版に登場し、興行収入は26億円までに成長。地上波で放送された際の視聴率は 23.3% を記録しています。そしてもう一つ、コナン映画の大きな特徴があります。それは原作者の青山剛昌が毎回映画の制作に関わっているということです。脚本のチェックはもちろん、クライマックスの重要なシーンでは自ら原画を描くこともあります。この青山原画と呼ばれるカットは、ファンの間で見分け方の研究がされるほどの注目を集めています。メガネの縁が太い。髪の毛先に遊びがある。瞳の光り方が独特。熱心なファンからは、青山原画が出た瞬間、画面の空気が変わると言われるほどです。原作者が毎年の映画に自ら筆を入れる。これは他の長寿アニメ映画ではほとんど見られないコナンだけの特別な仕組みです。ところで劇場版コナンの制作を担っているのは、アニメ制作会社のトムスエンタテインメント、通称 TMS です。前身は1964年に設立された東京ムービーで、ルパン三世シリーズを制作してきた老舗です。実はこのルパンの遺伝子がコナン映画にも色濃く受け継がれています。車や銃を実在のモデルに忠実に描く小物へのこだわり、そしてカーチェイスのリアルな迫力。これはルパン三世のスタッフが多数参加してきたからこそ生まれた持ち味なのです。2002年、劇場版第6作、ベイカーストリートの亡霊が公開されます。この作品はそれまでの5作とは明らかに違う空気をまとっていました。脚本を書いたのは小内和成ではありません。小説家の野沢久です。野沢は江戸川乱歩賞を受賞した実力派の作家で、テレビドラマ眠れる森や氷の世界などのヒット作でも知られていました。彼がコナンの脚本を書くことになったきっかけは、意外にもシンプルなものでした。自分の子供に見せたいから書きたい。野沢はそう申し出て自ら企画に加わったのです。彼が考えたのはバーチャル体感ゲームの中で19世紀のロンドンを冒険するという SF 的なストーリーでした。子供たちがテレビゲームに夢中になる姿を見てそこからヒントを得たといいます。しかし野沢が描いたのは単なる冒険活劇ではありません。物語の核にあるのは親と子の関係です。クライマックスでコナンが叫ぶ「もうダメだよ父さん」というセリフには子供が大人の過ちに向き合う切実さがありました。興行収入は34億円。初めて30億円の壁を突破し、年間の邦画トップ10にも入りました。この作品はセル画で制作された最後の劇場版でもあります。次の第7作からはデジタル作画に移行しました。つまりベイカーストリートの亡霊は手書きアニメ時代のコナン映画の集大成でもあったのです。しかしこの映画にはもう一つ語らなければならないことがあります。脚本を書いた野沢久は2004年に亡くなりました。映画の冒頭には天才少年が命を絶つシーンが描かれており、ファンの間ではその偶然の一致が今も語り継がれています。野沢久がコナン映画に関わったのはこの1本だけです。しかしその1本は20年以上が経った今でも、ファンの人気投票で常にトップ3に入り続けています。たった1作で永遠に語り継がれる作品を残した脚本家。
劇場版コナンの歴史において野沢久はひときわ特別な存在です。2003年の第7作、迷宮のクロスロードから監督が児玉健二から山本康一郎に交代します。児玉はテレビシリーズも含めて252話を担当した後、劇場版のバトンを山本に渡しました。山本康一郎の下でコナン映画はデジタル作画への移行という技術的な進化を遂げます。しかし興行収入という面では厳しい時代が始まります。2005年の第9作、水平線上のストラテジーは興行収入 21.5 億円。シリーズ開始以来最も低い数字でした。その後も25億、30億、24億と数字は30億円前後で横ばいを続けます。ファンの間では30億円の壁と呼ばれたこの停滞期。作品の質が落ちたわけではありません。ただ毎年同じような構成の映画が続くうちに、ライトなファンがわざわざ映画館に行く理由を見つけにくくなっていたのです。この苦しい時期を脚本の面でほぼ一人で支え続けたのが小内一成でした。第8作から第15作までの8本のうち、小内が脚本を書いたのは6本。毎年の締め切りに追われながらコナンの世界観を壊さず、それでいて新しい味を出す。地味に見えるかもしれませんが、長寿シリーズを終わらせないことの重さは計り知れないものがあります。そして2009年、この停滞を打ち破る一手が打たれます。第13作、漆黒のチェイサー。小内一成が脚本を書いたこの作品で、制作陣はある禁じ手に踏み切りました。それが黒ずくめの組織の本格投入です。それまでの劇場版は原作の本筋とは切り離された独立した物語が基本でした。映画だけを見ても楽しめるように、あえてメインストーリーには触れないようにしていたのです。しかし漆黒のチェイサーでは、原作の最大の敵であるジンを登場させ、コナンとの直接対決を描きました。興行収入は35億円。久しぶりに30億円を超えた瞬間でした。ちなみにこの作品からタイトルにもある法則が際立ってきます。コナン映画のタイトルは漢字で書いてカタカナで読ませるのが定番です。漆黒の追跡者と書いてチェイサー。純黒の悪夢と書いてナイトメア。見た目の重さと口に出した時のかっこよさを両立させる独特のネーミングです。さらに黒の組織が絡む作品には、漆黒、純黒、黒金などタイトルに黒が入る。赤井秀一の作品には火色。怪盗キッドなら銀翼や根性。キャラクターごとに色が決まっているという法則はファンの間で毎年、次のタイトルはどんな読み方になるんだろうと予想される恒例行事にもなっています。2011年の第15作、沈黙のクォーター。この作品から新たな監督が加わります。静野公文です。静野は山本康一郎との共同監督を経て、翌年の第16作から単独で監督を務めるようになります。そして彼はコナン映画の方向性を大きく変えました。それまでのコナン映画は推理が主役でした。犯人は誰か、トリックは何か、その謎解きが映画の核にあった。しかし静野は映画館の大スクリーンで見る意味を追求し、クライマックスにド派手なアクションを配置するスタイルを打ち出します。車が電車の側面を走る。崩れ落ちるビルからスケボーで脱出する。いい意味で物理法則を無視した映像としての興奮を最優先にした演出です。この路線転換にはもちろん賛否がありました。コナンは推理物だろう。アクションばっかりじゃない。古くからのファンの声は決して小さくなかった。しかし脚本家の櫻井武春は静野について公表しています。
みんながアクションを望んでいるという空気感を正確にピックアップして興行成績につなげた職人だった。この静野体制でもう一つ大きな変化がありました。3人目の脚本家、櫻井武春の登場です。櫻井はもともと実写ドラマの世界で活躍していた脚本家で、2013年の第17作、絶海のプライベートアイでコナン映画に初参加しました。静野×櫻井の体制で興行収入は着実に伸びていきます。2012年の 32.9 億、2013年の 36.3 億、2014年の 41.1 億、2015年の 44.8 億、毎年前の年の記録を更新し続けるという驚くべき成長曲線を描いたのです。そして2016年、第20作純国のナイトメアでついに歴史が動きます。公安警察、探偵、黒の組織という3つの顔を持つキャラクター、安室透が劇場版に初登場。同時に FBI 捜査官の赤井秀一も登場し、興行収入は一気に 63.3 億円にまで跳ね上がりました。前年から約20億円の増加、50億円の壁をあっさりと突破した瞬間です。ここでもう一人、4人目の脚本家を紹介しておきましょう。大倉孝弘です。彼は2017年の第21作、からくれないのラブレターで劇場版に初参加しました。小内一成が2016年に亡くなった後、コナン映画の脚本は櫻井武春と大倉孝弘の2人による交互担当制に移行します。櫻井は黒の組織や赤井秀一、安室透が絡む作品を、大倉は怪盗キッドや服部平次が活躍する作品を、この明確な役割分担がそれぞれのファンを確実に取り込む設計になっているのです。2018年第22作ゼロの執行人が公開されます。監督は立川譲。静野公文からバトンを受けた新世代の監督です。そして脚本は櫻井武春。この映画のメインキャラクターは安室透でした。2年前の純国のナイトメアで劇場版に初登場した安室は、この作品で単独の主役級として描かれます。公開されると SNS 上である現象が爆発します。安室透を100億の男にしよう。このハッシュタグが SNS で広まり、ファンたちは何度も映画館に足を運びました。安室さんのために興行収入を上げるのはもはや国民の義務、納税みたいなもの。冗談のような言葉が本気の行動になったのです。これはアニメキャラクターへの愛着が何度もお金を払って応援するという行動に直結した先駆けとも言える出来事でした。今でいう推し活の原型です。最終的な興行収入は 91.8 億円。それまでの最高記録を大幅に塗り替えるとんでもない数字でした。ここにはもう一つ重要なポイントがあります。安室は主役を食わない絶妙な立ち位置で描かれていたということです。安室がどれだけかっこよく描かれても、物語の中心にはコナンがいる。この設計のおかげで安室ファンも従来のコナンファンも、どちらも阻害されることなく映画を楽しめました。かつて子供が見るアニメ映画だったコナンは、この頃には20代、30代の女性が中心層となっていました。子供の頃にテレビでコナンを見ていた世代が、大人になって映画館に戻ってきた。動画配信サービスの普及で過去作品を一気に見直す人が増えたことも、この流れを後押ししました。少年漫画と少女漫画の垣根が消えた時代に、コナンは全ての世代が楽しめる映画として新しいポジションを手に入れたのです。2022年第25作ハロウィンの花嫁は興行収入 97.8 億円を記録します。100億円にあと一歩。期待は嫌が上にも高まります。
なお、この作品から大きな変化が一つありました。第1作から26作品にわたって劇場版の音楽を担当してきた大野勝夫に代わり、菅野祐吾が音楽を手掛けるようになったのです。菅野は大野が作ったメインテーマのメロディーを大切にしながらも、オーケストラをふんだんに使ったスケール感のあるサウンドに刷新しました。そして2023年、第26作黒金のサブマリンが公開されます。脚本は櫻井武春、監督は立川譲。この映画で主役級に据えられたのは灰原哀でした。灰原はシリーズ屈指の人気キャラクターですが、劇場版ではずっと脇役の位置にいました。その灰原が初めて物語の中心に立つ。それだけでファンの期待は膨らんでいました。しかしこの映画の本当の凄さは、アクションだけに頼らなかったところにあります。海の中の施設を舞台にした壮大なスペクタクルが展開されますが、クライマックスでは一転、コナンと灰原の静かな感情のやり取りが物語の軸になります。実はこのシーンはもともとはアクション重視の展開だったといいます。それを原作者の青山剛昌が自ら提案して、二人の感情が交差するシーンに書き換えた。青山はこの作品で過去最多となる10カットもの原画を自ら描いています。キャラクターの感情が最も揺れ動く瞬間、そこに原作者の筆が入る。興行収入は 138.8 億円。ついに100億円の壁を突破しました。そして翌年2024年、第27作100万ドルの道しるべが公開されます。脚本は大倉孝弘。怪盗キッドを軸にした物語です。この作品では原作でまだ明かされていなかった工藤新一と怪盗キッドの顔が似ている理由が映画の中で先に公開されるという大胆な手法が取られました。劇場版が原作の静止の一部として機能するというコナンならではの仕組みが最大限に発揮された作品です。興行収入は158億円。2024年の日本映画年間興行収入で邦画と洋画を合わせた第1位に輝きました。そしてこの年の4月30日、劇場版シリーズの累計観客動員数が1億人を突破します。ドラえもん、ゴジラに続く史上3番目の記録であり、最速での達成でした。28作品の歴史の中で物語の中核を担ってきた脚本家は4人。これは他の長寿アニメ映画シリーズと比べても驚くほど少ない数字です。小内和成が18本で土台を築き、野沢久志がたった1本で伝説を残し、櫻井武春と大倉孝弘の2人体制が現在へとつないでいます。脚本家が絞られているということは、コナンらしさを知り尽くした人間だけが物語を書いているということです。監督は世代交代で何人も入れ替わりました。しかし脚本の軸がぶれなかったことで、物語のルールや空気感は一貫して守られてきた。どの監督が撮ってもこれはコナンの映画だと観客が感じられる。その一貫性の源が脚本家たちの存在だったのです。第1作の11億5000万円から第27作の158億円へ、その道のりは一人のプロデューサー、歴代の監督たち、脚本家たちの筆、そして原作者青山剛昌の手で紡がれてきました。それではまた近いうちに。